Hello and welcome to Hanaka Japanese. This is Hana. On Instagram, I do Japanese phrases for beginners, but here I will be speaking only Japanese. I will talk about movies and Japanese culture, so this is a great place to train your listening. You can turn on English subtitles using YouTube subtitle feature if you need them. Okay, let's switch to Japanese. こんにちは。今日はエピソード3を撮っていきたいと思います。はい。で、あの、最初にちょっと謝りたいんですけど、エピソード1と2の音声、私の声がちょっとエコーがかかってて、聞きづらかったと思うんですけど、今日はもっと聞きやすいと思います。聞きやすいはずなので、あの、もっとクリアに日本語が聞こえたらいいなと思います。なんか、いいアドバイスがあったら、インスタグラムの DM とかコメント、YouTube のコメントとかでも教えてください。で、今日は、何について話すかなって考えたんですけど、私が好きな映画について話してみようと思います。で、もう映画一番、好きなもので、趣味聞かれたら、絶対映画って答えるぐらい映画が好きで、家で見るのも好きだし、映画館自体が好きなので、映画館にもよく行くんですけど、今日はテーマが大きすぎるから、2025年、去年見た映画について話したいと思います。で、私は、なんか海外の映画のサイト、アプリでなんかレターボックスとかあると思うんですけど、日本人はレターボックスはあんまり知らなくて、みんなフィルマークスというアプリを使って何を見たか、あの、記録してる人が多いと思うんですけど、あの、私はそういう豆記録したり、なんか何を見たか忘れないように、感想を残したりするのがちょっと得意じゃないので、何を見たか、忘れちゃったやつもあるんですけど、一応私はこの、映画の版権版権ってわかりますか？この映画のチケットですね。こういう映画のチケットを、このなんか昔お菓子でもらったようなカンカン、ディズニーのカンカンに入れて、で、こうやって半券を残す癖があるんですけど、またそこにだいたい見たやつが残ってるはずなので、これで何を見たか思い出していこうと思います。めっちゃ汚い、本当に。なんでこんな汚いのか、不思議なぐらい、なんかもう、本当に汚いですね。コーヒーがついたのか。そうですね。でも多分、去年、日本で映画館で見た映画は、多分2025年に日本で、リリースされたけど、アメリカとかヨーロッパとか、海外では
2024年に作られた映画とかもあると思います。なんですけど、もう純粋に私が去年見た映画の中からピックアップしていきたいと思います。はい、もういっぱい見ましたね。いろいろ。なんか結構何でも好きで、なんか映画好きな人って、こう、ディズニーとか、あの、なんだろう、ポピュラーな映画、あんまりこう見ないで、なんかこう、マイナーな映画しか見ない方もいると思うんですけど、私は何でも結構見ます。ポピュラーなやつも、マイナーな、なんか小さい映画館でやってるやつも、何でも好きなので見てるんですけど、まず一番去年見た映画で、トップ3いきます。トップ3で話していきます。うーん、そうですね。1位と2位をすごい悩むんですけど、3位はチェーンソーマンですかね。チェーンソーマン、日本のアニメの映画、見たことある人多い見たことがいるあ、見たことがある人、多いかなと思うんですけど、チェンソーマン知ってますか？アニメもすごい有名だと思うんですけど、名前何でしたっけ？富士漫画家の名前が、藤野藤本タツキさんの、アニメで、すごい海外でも有名だし、日本語勉強してる人は聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、私実はあんまりアニメ見ないんですけど、このアニメはすごい好きで、で、映画は楽しみにして行ってたんですけど、期待がこれぐらいだとしたら、期待を超えてきました。で、なんか音楽もアニメーションもすごい綺麗だったし、新しく出てきたキャラクターのレゼもめちゃくちゃ可愛かったし、なんか全体的にエンターテインメントとして本当に好きでした。で、音楽が特に印象に残ってるんですけど、米津玄師さんと、あと宇多田ヒカルさんの、エンディングソングがめちゃくちゃ好きで、で、もともと宇多田ヒカルさんがめちゃくちゃ好きなので、この歌は多分2025年、本当に死ぬほど聴いたと思います。多分映画館で2回見て、で、その後、あの、旅行に行った時に飛行機の中でも2回見たんで、多分トータル4回ぐらい見たと思います。それぐらい良かった。ストーリー分かってても、なんかずっと面白いし、なんかアニメーションが綺麗だから飽きないし、この戦うシーンとかで音楽とアニメーションがこう、わーってこう合致するところは、本当になんかドーパミンがすごい出る感じで、大好きでしたね。で、2位は1位と2位は結構悩むんですけど、2位はワンバトルアフターアナザーが
私の中でいいかなと思います。ワンバトルアフターアナザーは、レオナルド・ディカプリオが主役で、アメリカですよね、この映画のテーマは。なんかちょっと政治的なトピックもありつつ、人種差別とか移民とか、いろんな重いテーマがあるんですけど、レオナルド・ディカプリオが、クズすぎて、クズの役が本当にめちゃくちゃハマるから、面白い。普通に、コメディ映画かなっていうぐらい笑えるシーンがたくさんあって、これも本当に、音楽、映像、キャスト、ストーリーとか全体的にすごいバランスがいいなと思って、私の中で印象に残ってます。で、一番印象的なシーンは、これあんまり言い過ぎたら、ネタバレなんかストーリースポイルドネタバレになっちゃうので、あんまり言いたくないんですけど、みんなで見てほしいから言いたくないんですけど、えっと、映画の後半の方で、終わりの方で、あの、メキシコでこうカーチェイスするシーンがあって、で、そこの部分がほとんど音楽だけか、無音音楽もないかな、なんか無音なんですけど、で、セリフがない、全然セリフがないシーンが続くシーンがあるんですけど、そこの映像がすごい美しくて、それだけで引き込まれるっていうか、映像だけで引き込まれる、本当に、監督が、なんか見てる人にどう感じてほしいかが、セリフがないのに分かる感じ。で、あとこの、キャストの話になっちゃうんですけど、そのレオ様レオナルド・ディカプリオは日本でレオ様っていうニックネームがあるんですよ。私が勝手に呼んでるわけじゃなくて、みんなレオナルド・ディカプリオのことをレオ様って言ってるんですね、日本人は。で、そのレオ様がやってるこのお父さんの役が、すごい不器用なのにだし、なんかクズっていうか、あの、人間として、父親として、100点ではないと思うんですけど、なんか娘に対する愛情とか、あの、にんお手本の見せ方人間としてのお手本の見せ方とか、そういうのにすごいなんかジーンってきたので、個人的になんかそういう家族関係みたいなところもジーンってきました。ちょっと感動というか、なんか不器用だけど一生懸命みんな生きてて、家族とか、関わる人のことをなんか信じる姿がすごいジーンってきました。でも、この映画のメインのところはそういう話じゃなくて、政治的なところとか、いろんなトピックが入ってるんですけど、なんか日本人が見ても面白いけど、アメリカ人の人が見たら、もっと当事者だと思うので、こういう移民とか政治的な問題が。だから、うーん、感じ方は違うかなと思います。もしかしたらこういう逆に私が面白い
と感じた部分が、他の人にとっては、この映画が好きじゃない理由かもしれないから、みんなの感想を教えてください。で、1位はですね、ダントツ私の中で1位ですね。2位と悩んだってさっき言ったんですけど、私がこれが1です。じゃじゃん。サブスタンス。なんでこんなに汚いんですかね。はい、サブスタンスが2025年見た映画の中では一番好きでした。もうサブスタンスめちゃくちゃ面白かったですね。あのなんか一応ボディホラーっていうか、ホラー私全然好きじゃなくて、普段見ないんですけど、サブスタンスのジャンルはホラーと SF？サイエンスフィクションなんですけど、なんかホラーは全然感じませんでした。私ホラー全然好きじゃないから、普段見ないんですけど、この映画は、うーん、サイエンスフィクションと、ちょっとスリラー、サイコパス、コメディ、あとは、あの、風刺もある。なんて言うんだろう。風刺って、こう、ちょっとアイロニーみたいな皮肉っぽい感じなんですけど、この主役のマーガレット・クアリースがめちゃくちゃ可愛いから、もうそれだけで引き込まれるし、で、このデミ・ムーアも、あの、マーガマーガレットが若い時違うな。デミ・ムーア、でもこれもネタバレになっちゃうのであんまり言いたくないんですけど、デミ・ムーアが自分の容姿、見た目にコンプレックスをどんどん感じていって、で、マーガレットっていう若い自分が生まれるんですけど、ここまで言っていいんですかね？そう、なんですけど、そう、デミ・ムーアもめちゃくちゃ綺麗だけど、その、コンプレックスの抱え方とか、やっぱ年齢とともに、あの、どうしても自分の体がどんどん年を取っていく悲しさとか、なんかそういうのめちゃくちゃリアルで、普通に女性として、なんか、うわーって思ったのもあるし、でもメインは、何よりも、なんか面白い。なんか次に、結構やっぱ映画見ていくと、だいたい最初、中盤ぐらいでどんなエンディングかわかるじゃないですか。まあ、ストーリー大体分かってても楽しめると思うんですけど、このサブスタンスは、本当に最後まで何が起きるか分からなくて、でも、こっち行ってあっち行ってこっち行ってあっち行ってこっち行ってあっち行ってみたいな、もうストーリーがこんな感じ。右左右左、いろんなところ行って、で、こんなエンディングなんだっていう、多分誰も予想できないエンディングで、最後まで見てられるから、この映画が多分、142分だから、2時間半ぐらいあると思うんですけど、本当にあっという間で早かったです。で、あの、なんかこう、日常系の映画が好きな人は、今私が言った3つの映画は全然刺さらない、ハマらないと思うんですけど、はい、私普段は日常系の
なんか日々の生活の中で、感じるものとかを繊細に描いた映画とかが好きなんですけど、なんか去年は結構、F1 とかもあったし、トム・クルーズじゃない、え、誰だっけ？ジョニー・デップじゃなくて、F1 の映画、F1 の映画は、ブラッド・ピットの F1 の映画もあったし、いろいろ去年はいろんな映画があったと思うんですけど、なんか全体的に全部日常からかけ離れて絶対ありえないような、映画が多かった気がします。なんか日常系の映画だと、例えばパーフェクトデイズとか好きなんですけど、そういうテイストの映画は去年少なかった気がします。なので、こういうちょっとありえないような映画が多くなったんですけど、それ以外にトップ3に入らなかったけど、すごい印象に残ってるのは、なんか建築家の映画で、これですね、ブルータリストっていう映画なんですけど、日本語がブルータリストだけど、英語も同じですね。ブルータリストっていうタイトルなんだけど、この映画はA24が作ってる映画だから、まあ、絶対面白いのは分かってたんですけど、この映画を見て、この映画もホロコーストとか、えっと、アメリカに行ったユダヤ人の話、ジュイッシュの話だったり、まあ、政治的な部分はあるんですけど、どっちかっていうと、これに関しては、この映画のストーリーは、アーティストの部分に、スポットライトを当てた部分、こう建築家としての美学とかセンスとか、あの、アーティストのこういう気難しさ、扱いづらい部分がめちゃくちゃ出てて、で、この映画も本当に長かったんですよ。何分ぐらいあったかな。ブルータリストは、そう、3時間35分あって、3時間35分の映画、なかなかないですよね。そう、3時間35分あって、で、私初めての経験したんですけど、これ一人で見に行ったんですけど、ブルータリスト、まあ、もうほんとになんか、何にも調べずに、なんとなく映画館行きたいなと思って、これ面白そうと思って行って、で、行ったら3時間35分もあるって知らなくて、で、おお、めっちゃ長いなと思いながら、ま、見てたら、もう長すぎるから、もう映画の途中で休憩が10分ぐらい、10分15分ぐらい挟まれたんですよ。で、もう映画の途中でスクリーンに、今から休憩10分あるので、あの、お手洗いとか行ってもいいですよみたいな、のが、こうスクリーンに出てたんですけど、休憩がある映画初めて見て、それぐらい長かった。長かったから、
もう一回見れるかわからないですけど、でも、それでも、めちゃくちゃ面白かったです。すごい綺麗、本当に綺麗だし、あとなんか映画の後半の部分で、その、こう LGBT の部分、そういうなんかゲイの人の話も出てきたんですけど、なんかちょっとこう、この映画のトピック、テーマがなんか増えすぎた感はちょっとありました。なんかホロコーストとか移民とか、アーティストの問題、あとは資本主義、なんかこう、アーティストって自分でお金を作るの最初難しいから、出資をしてもらって好きなね、いろんな作品とか作ると思うんですけど、そういうのとか、あとなんだっけ、そう、そこにこのトピック、もうすでに4つぐらいあるのに、それに追加で、この LGBTQ のトピックも出てきたから、なんかすごいトピック、テーマが渋滞渋滞している感じもちょっと、感じたんですけど、はい、それでもすごい面白かったし、見応えがあったのでおすすめです。こんな感じですかね。なんかすごい長くなっちゃった気がする。なんか私がほんとに好きなものだけを話してるので、もしかしたらつまんない人もいるかもしれないですけど、ちょっと早く喋りすぎちゃったかな。もっとゆっくり話してほしいとか、こんなトピック話してほしいとかあったら、いつでもコメントで教えてください。全部見てるので、私の、今後これから何話そうかなとか、どんなインスタ作ろうかなとか、あの、アイディアになっていくので、ぜひ教えてください。じゃあ今日は聞いてくれてありがとうございました。Thank you for listening. I will see you in the next episode. Bye bye.